こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は、Power BI 入門級クエリーのマージ横結合をお送りします。クエリーのマージの概要について説明します。クエリーのマージ、操作を使用すると、1つ以上の列の一致する値に基づいて、2つの既存のテーブルが結合されます。必要な出力に応じて、異なる種類の結合を使用することができます。下の図のように、左側のテーブルと右側のテーブルの一致するデータが含まれる列を参照して一つの横結合されたテーブルを作成します。この横結合する操作のことをマージすると言います。それでは、今回の操作説明に使用する演習データの取り込みについて説明します。YouTube では、説明欄にノートのアドレスがありますので、こちらよりダウンロードしてください。ダウンロードされたデータを読み込むには、Power BI のレポートビューより、ホームを選択し Excel マークをクリックします。そして、編集用データを選択し、開くを押してください。するとナビゲーターが表示されます。そこで、この図にあるように必要なデータをクリックします。ここでは、クロス種目より、左外部アンダーラインライトまでをチェックを入れてください。そして、読み込みボタンを押します。するとデータウィンドウに、このように取り込まれたデータが表示されます。それでは演習データを取り込んでいきます。新規にレポートを作成し、Excel データをクリックします。そして、演習データマージをクリックして開きます。そうするとこういうような画面になりますので、ここでこちらにあるデータをですね、クリックしていきます。そして、ライト、レフトって書かれたデータですね。こちらの方ですね。あとこちらの方はクリックしなくていいです。で、これを読み込んでください。そうするとデータ変換が始まり、読み込みが始まります。で、こちらの方にですね、データが取り込まれたデータがこのように、あります。これで完成です。最初に、左外部結合について説明します。この結合方法は、左テーブルのすべての行を維持しながら、右テーブルから一致する行を取り込む操作です。結果は、左テーブルのすべての行レコードと赤枠で囲んだキー項目の一致する右テーブルのデータが表示されます。ここでは右テーブルの地方区分を表示するように設定しています。それでは操作について説明します。最初にいずれかのデータを選択し、ホームを選んだ後、データ変換を選択します。すると、クエリエディターが起動しますので、ここで、左側テーブルに対応するデータを選択します。ここでは、左外部アンダーラインレフトを選択しました。そして、クエリーのマージより、新規としてクエリーをマージをクリックします。マージウィンドウが開いたら、上の画面で、左外部アンダーラインレフトを選択します。これが左側に対応するテーブル名です。そして、その下のテーブル名は、右側テーブルに対応するデータ。ここでは左外部アンダーラインライトを選択します。次に、この2つのテーブルの共通する列をクリックします。そして、結合の種類は、左側外部を選択した後、OK ボタンを押してください。次の画面では、このような結合されたテーブルが表示されます。そこで、プロパティの下の名前をわかりやすい名前に変更して、2のテーブル展開ボタンをクリックします。するとこのように右側テーブルのフィールドが表示されますので、左側テーブルに結合したいフィールドを選択し、OK ボタンを押します。この画面で、元の列名をプレフィックスとして使用するという項目がありますが、プレフィックスとは接頭語というもので、名前の前につける言葉となります。これがチェックされたままでは、元のテーブルの名前を接頭語とし、項目名がその後に結合された表示となります。このチェックを外すと、項目名のみが列名として設定された状態となります。
それでは左外部結合をやりましょう。まずファイルはこちらの方ですね。左外部レフトを選びます。そしてホームを選んで、それからデータ変換、このボタンを押します。そうするとクエリエディターがこのように、表示されます。そこでここの左外部レフトを選んでやって、こちらの方のデータですね。このデータとそしてライトのデータ、こちらの方を結合します。まず、左レフトを選んだ状態でクエリのマージ、これを展開して新規としてクエリをマージを押します。そうするとこういう画面になりますので、上が左レフト、この表ですね。この表になってます。そしてこの下の部分、まだ選択されてませんけども、展開するとこういうリストが出てきますので、左外部ライトを選んでください。上の表が都道府県、ですね。握力。下が都道府県と地方区分がありますので、共通する部分ですね。こちらをこう選んでやります。そして、下の方ですね。左外部を選んだ状態で OK を押します。そうすると、今こういうような形で、左外部ライトでテーブルって表示されてますよね。で、ここでこのマークをクリックします。そうするとこういう表が出てきますので、こちらの方ですね、都道府県はこれは二重に表示する必要ないので、クリックで、チェックを外します。地方区分だけを表示します。そして元の列名をプレフィックスとして使用するというのは、これはセット語として使用するというこの項目名のことですね。このままこれを押してやると、こういう風な形で2つのテーブルが結合されて、左の全レコードと右の合致する部分の地方区分、がここに結合されている状態になっています。こちらが左外部ライト。これがセット語として使用されている項目名となっています。これは後で、変更できます。こういう状態で、あとは名前をですね、適当に分かりやすい名前にしてください。例えば、左外部結合、結果にしましょうか。結果。これで、接続されたテーブルが作成されました。あとは、この状態を反映させるには、閉じて、適用を押せば、ここで、ここの結果としてですね、ここに表示されます。こちらですね。こういう形で、結果を取り込むことができます。次に、右外部結合について説明します。この結合方法は、右テーブルのすべての行を維持しながら、左テーブルから一致する行を取り出す操作のことを言います。この例では、右テーブルでは2つの行がありますが、左テーブルでは6行ほどあります。この結合においては、右テーブルの全レコード、北海道と青森県のレコードが表示され、
それに対応する左テーブルのレコードのみが表示されます。右外部結合の操作について説明していきます。最初にクエリエディターを起動した後、左側テーブルに対応するデータを選択し、ホームよりクエリーのマージをクリックしてください。そして、新規としてクエリーをマージをクリックします。すると、このようなマージウィンドウが表示されますので、上の欄には、左側テーブルに対応するデータ名を選択します。ここでは、右外部アンダーラインレフトを選択しました。そして下のテーブル名の選択では、右側テーブルに対応する、右外部アンダーラインライトを選択します。次に、両テーブルで共通する列名をクリックします。ここでは、都道府県をクリックをしてください。そして、結合の種類を、右外部を選んだ後、OK ボタンを押します。するとこのように、結合されたテーブルが表示されますので、テーブルの上のマークをクリックすると、テーブル内のフィールドが展開されます。そこで結合したいフィールドを選択した後、OK ボタンを押します。するとこのように、テーブルが展開し結合項目が表示されたテーブルが完成します。それでは、右外部結合を行ってみます。最初に、クエリエディターを立ち上げます。ここで、ホームで、右外部レフトを選んだ状態で、これでデータ変換をしましょうか。ここでもう一回ちょっと右外部をレフトを選びます。先ほどと同じように、こちらの方ですね。クエリのマージのところを展開して、新規としてクエリをマージするを押します。そうすると先ほどと同じような形でデータが表示されました。右外部レフトを選んだ状態で、下の方ですね、こちらの方が、右外部ライトを選びます。先に選んだ表が左側の表、こちらが右側の表というような形になります。そして、こちら同じキー項目となる都道府県が共通してますね。で、これを選んだ状態で、そしてここの結合の種類ですね。これをクリックして右外部を選びます。これで OK を押します。そうするとこういう表になります。で、ここでこれを押してやります。で、ここで都道府県共通ですので、二重に表示する必要ないので、これを消してやって、地方区分だけにして、ここのプレフィックスの接頭語の部分ですね。これはのけておきましょう。これで OK を押します。そうすると、ここが、右にあるテーブルですね。これ2行しかなかったですけども、北海道と東北のデータに合致する左のデータ、これがこちらの方に、表示されています。もう一回見てみましょうか。こちらの方ですね。右外部レフトの表が6行ほどありますよね。で、ライトの表が2行ほどしかないですね。こちらの全行と、左の一致する行のデータのみが表示されるという結果となります。こちらの名前もですね、今マージ1になってますけども、適当に変更してください。例えば、右外部、結合結果にしましょう。はい、
これで完成です。次は、完全外部結合について説明します。この結合方式は、左右のテーブルのすべての行を結合するものとなります。結合結果は、下の図のような形で、両テーブルのすべてのレコードが表示されますが、片方のテーブルに存在しない行では、ヌルと書かれたレコードが表示されていることがわかります。このヌルというのはデータがないという意味です。それでは操作について説明していきます。最初に、データビューをクリックした後、データウィンドウでいずれかのデータをクリックします。そして、ホームをクリックした後、データの変換を選択してください。するとこのように、パワークエリーが起動しますので、クエリリストより左側テーブルに対応するデータを選択します。この場合、完全外部レフトをクリックしてください。そしてホームをクリックした後、クエリーのマージ新規としてクエリーをマージを順にクリックしていきます。次の画面ではマージウィンドウが表示されますので、上のテーブル目は左側テーブルに該当するデータ、完全外部アンダーラインレフトを。下のテーブル名は右側テーブルに対応する完全外部アンダーラインライトを選択します。そして両テーブルに共通する列名ここでは、都道府県を選択し、結合の種類は、完全外部を選択した後、OK ボタンを押します。すると、このように結合されたテーブルが表示されますので、テーブル展開ボタンを押すと、右のようなウィンドウが表示されますので、結合したい項目、ここでは、地方区分を選択し、OK ボタンを押しましょう。するとこのようにデータが表示されますので、閉じて適用ボタンで、Power BI に戻ってください。完全外部結合について説明します。操作としてはデータビューにして、そして、データのどれかを選んだ状態でホームを押して、データの変換をします。この状態で、パワークエリーが表示されたら、次に、演習データの完全外部レフトをクリックします。そして次に、クエリマージの新規としてクエリをマージ、これをクリックします。そうするとこういうふうになりますので、左の表が完全外部レフト、そして右の方が、完全外部ライトを選択します。そして結合の種類、こちらの方が完全外部をクリックします。そして次にキー項目となる都道府県、両方こういう形でクリックして、そしてOK を押します。この状態で、あとは完全外部ライトのこちらの方ですね。このテーブルのところを展開します。そしてここで、都道府県が表示されてますので、これはいりませんので、地方区分で、そして、元の列名のプレフィックス、接頭語は、これはオフにして、これで OK にします。そうすると、このように、両方の右左の表のすべてのレコードを含む結合された表が作成されます。あとは、閉じて適用。これを押して完成です。で、マージ、で、今されましたね。これで完成で、マージテーブルがこちらの方ですね。こういう形で完成しました。次に、内部結合について説明します。この結合方式は、
左右両方のテーブルの一致する行のみを結合する方式となります。左側テーブルと右側テーブルで両方に含まれる行のみ、すなわち、この例では、青森県と宮城県のデータを抽出し結合したテーブルが下のものとなります。操作について説明します。最初に Power BI でデータビューを選択しデータウィンドウより、いずれかのデータをクリックした後、ホームボタンを押し、データ変換をクリックします。すると、このように Power Query エディターが表示されますので、最初に、ホームボタンを押して左側テーブルに対応するデータをクリックした後、クエリーのマージついで、新規としてクエリーをマージをクリックしていきます。すると、このようにマージウィンドウが表示されますので、上画面では、左側テーブルに対応する、完全外部アンダーラインレフトを選択し、下画面では、右側テーブルに対応する、完全外部アンダーラインライトを選択した後、共通する項目、都道府県をクリックします。そして、結合の種類を内部として、OK ボタンを押してください。こちらが結合されたテーブルとなります。ここで1の展開ボタンを押すとフィールドが表示されます。ここで表示させたい項目、地方区分を選択した後、OK ボタンを押してください。するとこのような形で内部結合されたテーブルが表示されます。あとは、閉じて適用を押して Power BI に戻ってください。それでは次に内部結合の操作を説明します。テーブルビューの方にして、そしてホームを選んだ状態でデータのどれかを選びます。そして、次にデータ変換をクリックするとこういう形でクエリが表示されますので、ここで先ほど使った完全外部レフトの方をクリックします。そして次に、同じような形でクエリのマージ、の新規としてクエリをマージ、これをクリックします。そして次に、左の方ですね。上が左で下が右の方で、完全外部のライトのテーブルを選んでやります。そしてこれとこれの共通する内部結合をやっていきます。結合の種類をクリックして内部一致する行のみを選びます。そしてキー項目が都道府県ですので、都道府県を共通する項目を選んで OK を押します。そうするとこういう形になりますので、このテーブルのところを展開します。そして、ここで、都道府県はいらないので、地方区分だけですね。そしてセット後、プレフィックスの方をオフにして OK を押します。そうするとこういう形で、共通する2レコードだけが表示されました。次はクロス結合について説明します。この結合方式は、最初のテーブルからの各行と2つ目のテーブルからの各行を結合し、クロステーブルを作成します。それでは操作について説明します。Power BI よりテーブルビューを選択します。そしていずれかのデータをクリックした後、ホーム、データの変換の順にクリックし Power Query を起動します。次に1番目に対応するデータ、ここではクロスアンダーライン種目を選択します。そして列の追加タブを次にカスタム列をクリックしてください。カスタム列ウィンドウでは新しい列名に分かりやすい名前に変更しておきます。ここでは性別としました。そしてカスタムレスの式のではクロスアンダーライン性別と2番目に結合するデータ名を入力します。最後に OK ボタンを押してください。次の画面では1番目のテーブルの名前と2番目のテーブルが結合されたものが表示されますので、
テーブル上の展開ボタンをクリックすると、2番目テーブルに属する項目名が表示されますので、表示したい項目をクリックした後、OK ボタンを押します。この場合2番目のテーブルでは、性別、項目しかありませんので、そのまま OK を押して構いません。するとこのように1番目のテーブルに属する項目と2番目のテーブルに属する項目のクロス表が表示されます。これで完成です。あとは、閉じて適用ボタンで Power BI に戻ってください。クロス結合の操作手順を説明します。最初にデータビューにしてデータをどれか選んだ状態で、ホーム、そしてデータ変換のボタンを押します。そしたら Power Query が表示されますので、ここで今回はクロス種目とクロス性別、この2つのデータを使ってクロス結合を作ります。まずクロス種目を選んだ状態で、次に列の追加を行います。そして、カスタム列を選んでやって、そして、ここのこの部分ですね、カスタムのところ、ここで、このクロス性別というテーブルからデータを取ってきます。クロス。ここでクロス性別が出ましたので、これをクリックしてやります。そしてここの新しく追加する列名は性別にします。これで、完成ですね。そうするとこういう形でテーブルという表示がありますので、これを展開してやります。そしてここ性別しか項目はないので、このまま OK で結構です。そうすると前屈の男、前屈の女というような形で全ての組み合わせで表ができます。それを閉じてやると完成ですね。ホームにして閉じて適用。この場合にはクロス種目に、新しい列が追加されましたので、こういう形で、表が完成しました。